皆さん、こんにちは、ゆいです。こんにちは、あきらです。最近本当に暑くなってきましたね。もうすっかり夏の空気です。そうですね。夏といえばやっぱりお祭りやイベントが多い季節ですが、ゆいさんは何か楽しみにしていることはありますか？うーん、夏のイベントといえば、やっぱり花火大会ですよね。夜空に咲く大きな花火、ロマンチックで最高です。確かに、日本の夏には欠かせないイベントですね。浴衣を着て屋台を回って、すごく楽しいイメージがあります。そう、イメージは最高なんです。でも今日のテーマはちょっと違います。題して、花火大会の地獄あるある選手権です。あははは、地獄ですか。ロマンチックな雰囲気から急に現実的になりましたね。はい。あるあるというのは、みんなが、それよくあるね、と共感できる経験のことです。なるほど。つまり、花火大会で多くの人が経験する辛いことや大変なことについて話すんですね。その通りです。実は花火大会って、綺麗な花火を見るまでの道のりがサバイバルゲームみたいに厳しいんですよ。言われてみれば楽しいだけじゃなくてものすごく疲れるイベントでもありますよね。そうなんです。今日は出発から家に帰るまでどんな地獄が待っているのかたっぷり語り合いましょう。わかりました。リスナーの皆さんも自分の経験と比べながら聞いてみてくださいね。ではまずは出発から会場に到着するまでの地獄ですね。何か思い当たることはありますか？これはもう絶対に浴衣です。浴衣を着るのはテンションが上がるんですけど、本当に大変なんです。女性は特に大変そうですよね。着付けにも時間がかかるし、暑くないですか？すごく暑いです。それに歩いているうちにだんだん着崩れてきちゃうんですよ。着崩れる。つまり、服の形が少しずつ崩れてしまうことですね。歩きにくいですよね。ええ、でも一番の地獄は下駄です。足の指の間が擦れて本当に痛くなります。下駄も鼻緒が当たる部分ですね。あれは痛そうです。絆創膏をたくさん貼っても痛くて歩けなくなったりして。あきらさんは出発前のトラブルって何かありますか？僕の場合は駅での待ち合わせですね。人が多すぎて全然友達を見つけられません。わかります。駅の改札口は待ち合わせのグループでいっぱいですよね。スマホで今どこ？時計の前にいるよって連絡しても、時計の前だけでも50人くらい人がいるんです。あるあるですね。結局合流するだけで30分くらいかかっちゃいます。そして満員の電車に乗って、駅から会場まで長い距離を歩く。この時点でもう体力の半分を使っています。そうなんです。まだ花火が一発も上がっていないのに、すでに疲労がピークに達していますよね。会場に着いたら次は屋台ですね。お祭りの楽しみの一つです。焼きそばとか、たこ焼きとか、美味しそうな匂いがしてテンションが上がります。でも屋台の食べ物って普通のスーパーやコンビニと比べるとすごく高くないですか？高いです。普通の焼きそばが600円とか700円したりして、って思います。そう思いながらもお祭りの雰囲気につられてつい買ってしまうんですよね。買っちゃいますね。でも、屋台の食べ物って食べ歩きするのが難しいんです。特にかき氷は危険ですね。そう、かき氷は夏の定番ですが、すぐに溶けて手がベタベタになります。ウェットティッシュがないと大変なことになりますよ。人混みの中でぶつかってビールやジュースをこぼしてしまうのもあるあるです。服が汚れたらもう最悪の気分になりますよね。しかも食べ終わった後に気づくんです。会場にゴミ箱が全然ないことに。わかります。空になったプラスチックの容器をずーっと手に持ったまま歩くことになります。屋台の周辺には少しゴミ箱があるんですが、すぐに山盛りになってしまって捨てられないんですよね。
だから結局、屋台では少しだけ買って、涼しいコンビニで飲み物や食べ物を買うのが一番安全だなって思っちゃいます。それ完全に夢がなくなっていますね。でも、すごく現実的です。さて、いよいよ花火が始まります。ここからが本番ですね。やっとですね。でも、鑑賞中にもいろいろと地獄があるんですよね。はい。まず座る場所の運が悪すぎることが多いです。というと、どういうことですか？せっかく早く来てシートを敷いたのに、目の前にすごく背の高い人が立って、花火が半分しか見えなかったりします。ああ、それは悲しいですね。最近だとずっとスマホを高く掲げて動画を撮っている人の画面が邪魔になることもあります。それもすごくあるあるです。直接見たいのに前の人のスマホの画面越しに花火を見ることになっちゃいます。ゆいさん自身は花火の写真が撮らないんですか？もちろん撮りますよ。でも花火の写真を撮るのってすごく難しいですよね。確かに、綺麗に開いた瞬間を撮ろうとしてもタイミングがずれますよね。そうなんです。シャッターを押した瞬間にはもう消えていて、ただの暗い夜空や煙だけの写真がたくさんフォルダに残ります。結局、プロが撮った写真を見るのが一番綺麗なんですよね。それを言ったらおしまいですけど、本当にそう思います。あと、鑑賞中といえば虫もすごいです。川の近くで開催されることが多いですからね。蚊がたくさんいます。虫除けスプレーをしていても、足や腕をたくさん刺されて、痒くて花火に集中できなくなります。日本の夏の試練ですね。そういえば、昔の人は花火を見ると、玉やーって叫んでいたんですよね。あ、聞きますね。でも、どうして玉屋なんですか？玉やというのは、江戸時代にあった有名な花火を作るお店の名前なんです。へえ、お店の名前だったんですね。応援する意味で叫んでいたんですか？そうです。素晴らしい花火への称賛ですね。でも、現代だと、どのタイミングで玉やーって叫べばいいか、誰もわからないですよね。確かに、今急に大きな声で叫んだら、周りの人にびっくりされちゃいそうです。さて、美しい花火のフィナーレが終わりました。ここからが本当の最大の地獄です。はい、帰宅地獄ですね。これはもう思い出すだけでも疲れます。何万人もの人が一斉に同じ駅に向かって歩き始めますからね。道が完全に人で埋め尽くされて、100メートル進むのに何十分もかかったりします。警察の人が立ち止まらないでくださいと叫んでいますが、前の人が動かないから進めないんですよね。そうなんです。しかも人が多すぎてスマホの電波が悪くなるのも困ります。圏外になってしまうんですよね。友達とはぐれたらもう二度と会えない気がします。まさにサバイバルです。ようやく駅に着いても、今度は電車に乗るための長い行列が待っています。終電ギリギリになって走らなきゃいけなくなることもありますよね。ありますあります。浴衣なのに必死に走ってますます気崩れて足もボロボロになります。普段履き慣れないサンダリや下駄で長時間歩くから本当に疲労が限界を超えますよね。そして地獄は次の日まで続きます。というと何が起きるんですか？謎の筋日痛です。人混みの中で変な歩き方をしたせいか、翌朝起きるとふくらはぎや腰がすごく痛いんです。あはは、筋肉痛ですか。まるでスポーツ大会に出た後のようですね。さて、ここまで花火大会の地獄をたくさん話してきました。はい、数えきれないくらいの苦労がありましたね。でも、一番不思議なのは、こんなに大変な思いをしたのに、来年になるとまた行きたくなることじゃないですか？本当にそうですよね。帰り道ではもう二度と行かないって心の中で誓うのに。なぜ僕たちは毎年同じ地獄を繰り返してしまうのでしょうか？私の個人的な考えですが、記憶が美化されるんだと思います。記憶が美化されるですか？
嫌なことを忘れて、良いことだけを覚えておく働きですね。そうです。1年経つと足が痛かったことや電車が混んでいたことは忘れてしまうんです。そして、夜空に大きく広がった花火の美しさだけが頭の中に残っているんですね。まさにそれです。やっぱりあの感動をもう一度味わいたいと思って、また浴衣を着て出かけてしまいます。それに、夏の非日常的な雰囲気というのも大きいですよね。外でビールを飲んだり、普段着ない服を着たり。そうですね。お祭りという空間全体が私たちをワクワクさせてくれるんだと思います。大変さも含めて、全部ひっくるめて夏の思い出になるんでしょうね。そう言われると、今年もやっぱり気合を入れていきたくなってきました。ということで、今日は花火大会の地獄あるある選手権をテーマにお話ししました。日本の夏のリアルな一面、皆さんに伝わったでしょうか？リスナーの皆さんの中で日本のお祭りや花火大会に行ったことがある方はいますか？もしあれば皆さんご経験した花火地獄エピソードをぜひコメント欄で教えてください。楽しかった思い出だけでなく、失敗談も大歓迎です。読むのを楽しみにしています。それから今日私たちが話した内容の日本語スクリプトはコメント欄の一番折れにピン止めしてあります。わからない単語があったら、ぜひスクリプトを見ながらもう一度聞いてみてくださいね。シャドーイングの練習にもぴったりですよ。このエピソードが面白いなぁと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんの応援が私たちのポッドキャストを続ける大きな力になります。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。さようなら。さよなら。